こんにちは、現役教官です。今日勉強するのは第1段階の項目1、運転者の心得です。この動画は約7分で見ることができます。それでは早速いきましょう。この動画を見ているあなたは免許取得に向けて頑張っている方でしょう。これから教習を進めていくにつれ、うまくいかず苦しいこともあるかもしれません。でも、ぜひ頑張ってください。そうやって手に入れた免許は格別だからです。運転免許はきっとあなたをハッピーにしてくれます。ですが、免許を取り、運転をするということは、ハッピーなことだけではなく、大きな責任も伴うことだと理解しなければなりません。それを知らずに無責任な運転をすると、場合によっては自分や周りの方の人生を大きく左右してしまう可能性があるのです。この項目では、そういった運転者を知らないといけない心得について勉強していきます。最初は運転者の3つの責任について勉強しましょう。車の運転で違反や事故を起こすと、その運転者は次の3つの責任を負うことになります。まず、刑事上の責任。危険運転致死傷罪で逮捕など、ニュースで見たことがありますよね。悪質な事故や違反者は懲役や罰金などを命じられ、犯罪者となってしまいます。次に、行政上の責任。危険な運転をする者は運転をする資格がないため、免許の取り消しや停止の処分を受けることになります。そして民事上の責任。事故被害者などへの損害賠償の支払いです。被害によっては数億円に及ぶこともあります。皆さんはお世話にならないように気をつけましょう。また違反の中でも責任が重いもので、飲酒運転や無免許運転があります。これらの行為をした運転者はもちろん、免許取り消しなどの処分や大きな罰を受けますが、実は運転者だけでなく、その車の同乗者や車を貸した人なども同様に罰せられることは案外知られていませんよね。飲酒や無免許運転には関わらないことは大事なことです。友人にもしそんな人がいたら注意しましょう。それが本当の友達だと思います。ここでいきなりですが一つクイズです。免許を取ったあなたは友達と一緒にドライブをしています。そして目的地に到着しました。その時、待ちきれない後部座席の友達が周りを確認せずに飛び出し、後続のトラックにひかれてしまいました。さて、この事故の責任は誰にあるでしょうか？後続のトラックにもあるでしょうが、なんと運転者のあなたにも責任があります。同乗者の安全確保も運転者の大事な責任の一つだからです。降りる前には安全をあなたが確認しましょう。また、運転中の安全を守るためにはシートベルトがあります。シートベルトは運転席はもちろん、助手席、後部座席の方も着用します。その方が妊娠中であってもです。また、同乗者が6歳未満の幼児であれば、チャイルドシートを使用しなければいけません。チャイルドシートは原則、後部座席に取り付けます。もし事故があった場合、幼児にエアバッグの衝撃は強すぎるので、それを受けないためです。もし助手席にてチャイルドシートをやむを得ず使用しないといけない場合は、なるべくエアバッグの衝撃を避けるため、座席を一番後ろまで下げ、前向きに取り付けましょう。このように車の運転には様々な決まり事があります。この決まり事の元となるのが道路交通法です。車を運転するにはこの法律を守る義務があります。その道路交通法には次の目的があります。危険の防止、交通の安全、交通の円滑、交通妨害の防止、以上の4つを目的として作られています。ルールを守ることで自分も守られることを忘れずに運転しましょう。しかし、時には子供の飛び出しなどルール外のこともあり得るので、そんな時は臨機応変に思いやりの心を持って運転してくださいね。次に、運転に必要な準備です。運転をするときには次のものを持っていないといけません。まずは免許証。そして、車の整備点検が正しくされていることを証明する自動車検査証。最後に、万一の事故に備えて入る自動車保険の証明書。この3つは必ず運転の際には所持していないといけません。
では、準備ができたら目的地への運転計画を立てましょう。長時間にわたって運転するときは2時間に1回は休憩をとってくださいね。出発前に服装もチェックしましょう。車を運転するときはペダル操作があるので、サンダル、下駄、ハイヒールなどでは運転してはいけません。二輪車の場合は万一の事故に備え、季節問わず上下長袖で露出の少ない服装にしましょう。また、ヘルメットは JIS マークや PSC マークのついた乗車用ヘルメットを使いましょう。そして、正しい車の運転姿勢です。気をつけてほしいのが、運転席のシートの前後の位置です。足元のペダルを踏み込んだ時に、膝がわずかに曲がる位置にしましょう。足が伸びた状態だと、ペダルがしっかり踏み込めないかもしれません。しっかり前を見て、安全運転を意識してください。運転中の携帯電話なんかは事故の元ですから絶対にやめてくださいね。では最後に練習問題です。第1問。飲酒や無免許運転は同乗者や車を貸した者も違反となる。運転者と同様に免許の取り消しや刑事罰を受けることになります。第2問。チャイルドシートをやむを得ず助手席で使用する場合は、座席を一番前まで寄せ、後ろ向きに取り付ける。助手席で使用する場合は、座席を一番後ろまで下げて前向きに取り付けましょう。第3問。運転席のシートの前後の位置は、ペダルを踏み込んだ時に膝が伸びきっているぐらいがいい。伸びきっているとペダル操作に影響が出るので、膝がわずかに曲がるくらいのシートの位置にしましょう。では、今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは、現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。